鼻が見えちゃって。大丈夫だよ。私たちもさっき終わったところだし。それじゃあ早速だけどすり合わせ始めよっおお、やる気満々だね、ほなちゃん。さすが我らのリーダー。もうやめてよ、さきちゃん。南極文化楽譜を印刷してきたからそれを見てほしいんだけど、ルカさんが言ってたみたいにイントロから曲の終わりまで細かく見ていって、その歌詞やメロディーにどんな思いがこもってるのか、どんな風に演奏するかを改めて話し合っていきたいんだ。わかった。じゃあ最初はこの曲。吉崎さんたちのために作った曲。離れ離れになってしまっても二人が幸せな記憶を胸に前に進んでいけるようにっていう思いを込めて作った曲だね。私も離れ離れになった時、みんなとの思い出があってここまで来れたから。それに私、そんな風に幸せな記憶を思い出して元気になってほしいなって思って曲を作ったんだよね。じゃあこの曲には吉崎さんみたいな人たちをつなげていきたいって気持ちだけじゃなくて、大切な記憶を思い出してほしい、元気になってほしいって思いも込められてるんだね。そっか。だったら私サビのところ激しく弾きすぎちゃってたかも。自分の響かせたいって気持ちが走っちゃって曲に込められた思いを表現しきれてなかった。私も元気になってほしいって気持ちばっかり意識しちゃってたけど、ちょっと違うよね。大事な思い出を思い出してもらえるように、ここはもっと静かに語りかけるみたいに演奏する方が良かったのかな。サビはそうしてみようか。この先も曲に込められた思いを確かめてどう表現するかを話し合っていこう。それじゃあこの調子でどんどん進めていこう。スタジオの予約時間が来るまでに10曲。いや、さすがに多すぎ。いきなり10曲は無理でしょ。そうだけど、それくらいのやる気でいこうってことだよ。じゃあ目標はそのくらいってことで始めようか。疲れた。もうこんな時間？まだ半分くらいしか終わってないよ。数曲話し合うだけでこんなに時間がかかるとはね。それにまさかここまで議論が盛り上がるなんて思わなかったな。でも話し合ってよかったな。みんなと話す中で曲の譲れないところとか、自分が一番大事に思ってることがもっとよく分かったっていうか、解釈が人によって全然違うところもあったよね。いっちゃんとしほちゃん途中喧嘩みたいになってたし。ごめんねしほ。さっきは少し熱くなりすぎちゃったかも。別に大丈夫。それにぶつかるくらいでちょうどいいんだと思う。だって私にも譲れない思いはあるから、いちかの気持ちはよくわかるんだ。だからこそこうやって話し合って納得できる落としどころを見つけるのは大事だって思う。それで初めてみんなが同じ方向を向いていい演奏ができるようになると思うから。そうだね。ぶつかっても喧嘩しちゃってもお互いの思いを伝え合って納得できるまで話して、そ
それで最後には最高の演奏ができるようにしよう。って言っても今日はここまでかな。スタジオの予約時間そろそろだから。あ、そうだった。でも今話したこと早速実践するチャンスだよね。それじゃあ急ごっか。行くよ。ちゃんとさっき話し合った成果が出てる。みんなちゃんと曲の思いや周りの音を意識して演奏ができてる。だけどなんだろう、この音。ねえ、今の演奏。ちゃんと息は合ってたね。周りの音とか曲の思いをちゃんと意識できてたし。確かにさきちゃんの言うように問題のある演奏じゃなかったとは思う。でも何か足りないような。最初だからみんなちょっと硬くなっちゃってたかも。もう一回やってみようよ。そうだね。結局あの後何度も練習したけど納得いく演奏はできなかったな。やっぱりまだすり合わせが足りなかったのかな。もっとみんなで話し合わないと。本当にそれだけなのかな。さっきの演奏は前よりは曲の思いや周りの音を意識できてたはずなのに、だけど何か足りない感じがして。すごいな。なんかいつものに演奏に勢いがあるっていうか。足りてなかったのはあの時の力強さ。でもそれってどうしたら。バラバラなままじゃいい演奏はできないのに、周りの音に合わせようとすると勢いが消えちゃうなんて。まだ練習が足りないだけ？もっと何度も練習すれば勢いもまとまりもある演奏ができるのかな。それとも何かもっと別の方法が。みんなの思いを叶える手助けをするって決めたのに、もっとたくさん考えないと。でも電話？誰から？進藤さん？